このバイオ加工がしてあることによってちょっと生地がソフトなので、普通の8号帆布に比べたら縫いやすいと思います。今回の織物の産地はこの矢印のですね、位置になります。三美産地というところです。岡山県から広島県の、間ぐらいになるんですけども、デニムとか学生服、帆布、ジーンズなんかね有名ですね。まず行ってみたのは倉敷市小島にあるね、ジーンズミュージアムというところです。こんな感じのね、結構広いところにミュージアムがありまして、近くにはね、実際に稼働している工場があったりします。これミュージアムの中なんですけども、こんな感じでね、実際に触って見たことあるようなね模様をねこうやって出すんだなっていうのが分かります。ミュージアムの中ざーっと見た感じ、こんな感じで古い機械からねがたくさん展示してあって、こんな感じで裁断の機械もありました。次に行ったのは倉敷市小島の昭和という会社のね、直売所です。このような形で、ビータンもねたくさん置いてあるんですけども、サンプルの中からこの生地が欲しいということであれば出していただけるようなシステムになってまして、ほぼ同じような種類のものがですねネットでも購入することができるということになっております。次に行ったのは同じ倉敷市にある倉敷帆布というところね、本店です。近くにこのように工場もあったりしまして、これ店の中ですね、帆布がもういろんな色のものがね、このように並べてあります。で帆布ってねなかなか洋裁には使いにくいんですけども、このようなバイオウォッシュ加工ですかね、これを使うとなかなか使いやすいということのようです。岡山の倉敷に倉敷帆布と倉敷デニムを買いに行ってきました。これはデニムなんですけど、ちょっとヒッコリになっています。倉敷帆布はお店に置いてあるものはだいたい8号と11号なんですけど、今回はちょっとジャケットにしてみようかなと思ってお店に買い求めに行きました。8号11号でもジャケットにするには暑いかなと思ってたんですけど、バイオ加工っていうものがあって、そのバイオ加工のものだとパリパリの帆布ではなくちょっとしなやかな帆布に作ってあったので、8号帆布のバイオ加工っていうのを買ってきました。で、こちらが倉敷デニムなんですけど、これは10オンスの厚みのものを買ってきました。今日はちょっとこれが縫えるかどうか、縫いやすいかどうかっていうことの検証をしてみたいと思います。これは家にあった布なんですけど、パンツを作ろうと思って買っていた布で、全く透けもないボトムにぴったりな、シャツを縫うには暑いけど、パンツを縫うのにちょうどいいような割と縫いやすい布です。この3つでちょっと検証してみたいと思います。先ほどの8号帆布と10オンスデニムとパンツ用の布を6枚重ねで縫ってみようと思います。洋服を縫う時に最高6枚ぐらい、6枚が縫えれば大体の洋服が縫えるので、6枚重ねで縫ってみたいと思います。ミシンは20年前に購入したシュプール98スペシャルというのを使います。最近の重機の工業用ミシンと比べたらちょっと力は弱いかなという感じです。これで今回は60番のスパン紙と11号の針を使っています。これで6枚で縫っていこうと思います。これはパンツによく合うような一般的な布です。この布だといつも通りで割と縫いやすい感じでした。次に
10オンスのデニムの6枚重ねを縫ってみます。ちょっと厚みが出ました。さっきのよりは厚みがあるので多少縫いにくい感じはありますが、これはまあ縫える範囲だと思います。次に8号帆布の培養加工を6枚重ねで縫ってみます。ちょっと厚みがだいぶ出ました。押さえもちょっとここがギリギリいっぱいっていう感じです。職業用ではまあ縫えますが、ちょっと速度も早めにすると厳しいかなという感じが、ゆっくりめで慎重に縫ったら縫えますが、ちょっとこれ以上だと押さえの幅に入らないので厳しいかなという感じです。ちょっと厚みを測ってみようと思います。これで2ミリ、これで3ミリ、これは5ミリですね。帆布がやっぱり一番厚みがあって、縫いにくい感じですけど、この培養加工がしてあることによってちょっと生地がソフトなので、普通の8号帆布に比べたら縫いやすいと思います。10オンスデニムは問題なく縫えるかなという感じがしました。角をちょっと返してみようと思います。角を返すのに、ここはこう三角に切ったのと、見返し側を半分に切っています。これでひっくり返していこうと思います。これはきれいにひっくり返りました。これもそんなに難なくひっくり返ってます。問題はこれですね。硬いです。
厚いのでこの辺にヒッコリーとかに比べると、角は厚くはなりますが、それなりにはひっくり返りました。薄いほど角はきれいに出ています。ちょっと厚みもあったりしてアイロンもかけにくくなるんですけど、この厚みを味だと捉えればいいのかなと思います。3つを縫い比べてみて、これは家庭用でも縫える厚みで、10オンスデニムも縫えるかなという感じがします。8オンスデニムはかなり厚みがあるので、家庭用では厳しいですね。職業用ならば縫えます。ただちょっと襟を挟んだりとか、もっと厚みが増えるような時は縫いにくいかなと思うのですが、ちょっとやっぱりジャケットを作ってみたいと思うので、これは襟周りとかところどころを立ち切りにしてジャケットを作ってみようかなと思いました。